今回は、デュエルマスターズ史に残る歴代最強のデッキを紹介していきます。最強といっても評価はここで様々ですが、今回はデュエマってなんだっけとなるデッキをピックアップしました。それでは早速見ていきましょう。エムロマワンショット。2010年に登場した凶悪デッキ。それまでのデュエマを過去のものにするこのデッキは、当時のプレイヤーに衝撃を与えました。このデッキは簡単に言うと、邪神マッドロマノフの効果で早期に相手のシールドを全て吹き飛ばし勝利する、ワンショットキルタイプの即死ビートダウンデッキ。序盤はクリーチャーを展開しながらマナを伸ばし、デビルドレーンで一気に自シールドをゼロにしながらコンボパーツを獲得。ストライクバックやグラビティゼロのオチャッピーやガブリエラなど、さらに横展開と守りを固め、早期に貯めた5マナでエムロマを召喚。メテオバーンによりマナに仕込んだエターナルゲートを唱えるか、マダンベタープモローで一気に相手を殴り倒すデッキです。当時では考えられないスピードと安定したワンショットにより、瞬く間に環境トップに君臨しました。しかし平均パワーが3000以下であるため、シールドトリガーや忍びに弱く、自らシールドをゼロにしたりガブリエラの制約により、殴りきれなかったらそのまま死んでしまうことが多いため、対策ができなかったわけではありませんでした。そんな状況でありながら環境トップに君臨し、2012年にはエムロマがプレミアム殿堂入りしたということは、まあそういうことです。研究が進んだ頃には、水文明を搭載した青エムロマというデッキタイプも誕生しましたね。先のエムロマプレデンにより姿を消したこのデッキですが、間違いなく歴史に名を刻んだ最強デッキでしょう。ひらめきスネーク。正確にはひらめきドレーンと呼ばれるデッキで、ボルグサンダーを使用するライブラリアウト型と、スネークを使用するワンショット型に分類されますが、今回はスネークを紹介。動き方は簡単で凶悪。2ターン目に預言者ローランを出し、3ターン目にひらめいてスネーク着地、もしくは3ターン目にデビルドレーンからガブリエラを召喚し、次ターンにひらめいてスネークを着地。スネーク着地後はブラッディシャドウやウェビウス、ソルハバキなど、グラビティゼロや実質ゼロコスクリーチャーを大量展開し、アタッカーを増やしながらコンボパーツを回収。自身のデッキがつきそうな頃には盤面は地獄のような様相となっており、サグラダ・ファミリアを召喚しダイヤモンドソードを唱え圧殺。中にはアルファディオスをフィニッシャーに採用したタイプも生まれました。理論上は3ターン目から、少なくとも4ターン目にはソリティアが始まり、対戦相手は自分がゆっくり死んでいく様をただ眺めていくだけという、とても TCG を遊んでいるプレイヤーとは思えない顔になっていきました。このデッキは当時メルゲループと呼ばれるデッキが優勢を極めていた中、最速で動けば対抗できるのではないかと言われていたデッキとなります。個人的にひらめきスネークの方が好きなので、こっちを紹介しました。そしてこのデッキはデビルドレーンと預言者ローランの殿堂入りとともに数を減らしていきました。序盤にスコール。序盤2の効果で毎ターンドリルスコールを打ち続けるデッキです。戦略は単純かつ凶悪でクソ。2ターン目に序盤2を召喚。3ターン目以降はドリルスコールを永遠と打ち続け、自身は隙を見て山札を回復。相手がマナブーストしてもドリスコ2枚で元通り。ただこれを一生繰り返すだけです。最速3ターン目でロックが可能。相手はなすすべなく、ドロー、マナチャージ、エンドを自分の山札がなくなるまで言い続ける新手の拷問に、デュエマの引退を余儀なくされたものも多いです。このデッキタイプは昔から存在しており、大会では地雷枠程度のものでしたが、革命ファイナル環境の裏をかき、一躍環境トップに躍り出ました。天才っているんですね。そして大会では全く同じデッキを握った、14人中5人がベスト64に進出という快挙を成し遂げるなど、いろんな意味で業界を震え上がらせたこのデッキ。現在では序盤2のプレデンにより消滅されましたが、復活を求めるプレイヤーはおそらくいないでしょう。ドギラゴンバスター。2016年に登場したドギラゴンバスター。条件を満たすクリーチャーの攻撃時に自身と入れ替われる革命チェンジと、出た時マナと手札から6コストになるよう好きな多色クリーチャーを召喚。さらに多色クリーチャーに SA を与える能力。皆さん、これはコラカードではありません。そんなバスターは登場から4ヶ月後の大会にて、大半がこいつのデッキとなり、優勝もかっさらいました。当時の環境がバスター一色となった中、PMP はデュエルバスターズと揶揄していました。翌年には殿堂発表やオニカマスの登場により、向かい風が吹き始めたかのように思われましたが、逆にオニカマスを取り込んだバスターが開発され、ちゃっかり大会で優勝。
その後も色々なバスターデッキが開発され、環境から消えることはありませんでした。そんな環境の中頭のおかしなカードが登場。その名は竜装ドルガンチュリス。こいつの登場により、3ターン目に安定して革命チェンジすることが可能となりました。つまり3ターンで相手が死にます。このカードの登場はさすがに意味不明であり、とうとうバスターの殿堂入りを望む声がピークに達します。しかし即殿堂入りとはならず、結局2019年についに殿堂入りが施行。約2年9ヶ月もの間、環境を支配したこのカードは、いろんな意味で業界を震撼させたカードでした。緑タンジャックループ。2016年に登場したベイビージャックにより安定さと爆発力を確保したデッキ。緑タンループ自体は昔から存在しており、今までは要求値が高いことからメジャーではありませんでしたが、ボアルアックスの登場によりループ成立が容易になり、ベイビージャックの登場で完成形となりました。場のクリーチャーをマナのようにできる能力は、実質無限のマナを獲得したことに等しく、ループに入れない時でも横展開することができるので、力ずくで倒すことも可能となりました。このデッキは単体でも強力なのですが、当時環境トップだったモルネクデッキ。こちらを対策するために受け札を多くすると、ジャックループに勝てなくなり、ジャックループを処理するために軽量除去を積むとモルネクに刺さらないという、環境トップ同士の補完関係が、この2強環境をより強固なものにしていました。ある大会ではベスト128のうち、2デッキが半数を占めており、ベスト4のうち3デッキはこの2社という、歪なメタゲームを如実に示していました。現在はクソ豆がプレデンで姿を消しましたが、もう見たくない人が大半でしょう。カリアドネループ、知る人ぞ知る伝説の大会、GM9 スという大会に突如出現し、上位を埋め尽くしたことで一躍有名になったデッキタイプ。最速4ターンでループに入り、ソリティアウィンを決めるこのデッキは間違いなくダメです。またループかと思われるかもしれませんが、このデッキはループだけでなく、膨大な手札交換パーツや受け札により、圧倒的な安定感を持つ最強のデッキです。通常のデッキとは異なり、このデッキは必須パーツがそのまま受け札になっているため、デッキを圧迫することなく安定した防御力を実現。攻守揃った完全無欠のデッキとなっております。しかもただ受けだけでなく、一撃必殺のカウンター性能も持っており、トリガー踏んだらその後突然死みたいなシーンがよく起こります。さらにこのデッキはループの要求値が低いため、ハンデスなどがあまり効きません。これ引けば勝ちっていうパーツが多いのでどうしようもありません。ちなみにループ以外にワンショットの勝ち筋もあります。そんなカリアドネは2020年に殿堂入り。デッキ自体は弱体化したものの、まだまだ環境で戦える力を持ったこのデッキ。実は意外とファンが多いのが面白いところです。オカルト・アンダケイン。通称オカケンと呼ばれるこのデッキは2020年夏頃誕生。プレイ難易度は最高クラスであり、YouTube にも回し方動画が多く出回っています。そしてこのデッキは分回ったら最後、相手の手札マナフィールド全てをゼロにした後、何かでっかいゼロが出てきたりとやりたい放題。最速3ターンで決まるオールハンデスと、継続的かつ回数の多いランデスが脅威であり、よほどのことがない限り決まれば相手は何もできません。様々な動きを色々な状況下で決めることができるほか、相手のメタも効かないため結構どうしようもないデッキ。なんと登場から9ヶ月後には電動規制により姿を消すことになりました。個人的にかなり嫌なデッキでございました。ゼロルピアループ。頭角を表したのは2021年。ゼロルピアとジョースターを使ったループデッキ。ジョースターで全てを脱色し、ゼロルピアで軽減し無限クライムなどで展開。またしてもソリティアデッキが環境トップに君臨。さらにこのデッキはメタが効きづらく、ジョースター自体が相手への強力なメタになっていること。ハンデスも効かず最速3ターン目にループが始まるという、またも恐ろしいデッキが存在しました。もちろん他にも強いデッキはありましたが、ソリティアデッキという意味でノミネート。ベイビージャックを彷彿とさせる展開に、トラウマが蘇ったプレイヤーが後を絶ちませんでした。以上がデュエルマスターズ史に残る歴代最強デッキたちです。今回はサムネにもなっているデュエマシロをテーマに、独断と偏見でノミネートしていきました。他にもヤバいデッキなどあれば、コメントから教えてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いいたします。